便利なんだか不便なんだか使い切る自信はあります。実際風の3色ポテサラにも無理につけなくてもって感じで、カップケーキだと思ってましたが、商品の可能性があるのでスイーツの飾りにしても。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。豚丼の具デリカの新商品です。100g あたり118円、2069円です。消費期限は翌日です。目新しさはないですけれども、自分の味付けとね、どう違うのか気になったので買いました。味付けしたお肉と玉ねぎの上に長ネギの千切りと青ネギの小口切りが乗ってます。ネギ尽くしですね。すぐに食べない分は真空パックにして冷凍しました。今回はフライパンで加熱しましたが、丼用なのにタレが少ないです。ご飯にのせても一体感がなく、これを豚丼というのは違う気がしますけれども、実はこれが正解なんですかねちょっとわからない。お肉も硬いです。時々コリコリしたのもあって不快な食感です。調味料の味は悪くないだけに残念ですけど、リピはないです。オーガニックオリーブオイルスプレー 368g が2本セット、1598円から400円オフです。割高なのでずっと迷ってましたが買ってみました。スペイン製です。賞味期限は来年の5月です。サーモンのムニエルに使ってみましたが、ものすごい勢いで出るのでびっくりです。外でやった方がいいのかなって言いたくなるぐらい周りが汚れるので、もう便利なんだか不便なんだか。でもムニエルには均一に広がって焼き上がりもいい感じになりました。ノルウェー産のサーモンは戦争の影響で入手困難のようですけれども、コストコにはこの冷凍アトランティックサーモンはまだありました。ジョニーズシーズニングソルト 1190g 入り988円です。コストコ定番ガーリックシーズニングで有名なジョニーズの食塩ベースのスパイスミックスです。アメリカ製です。期間限定だそうです。黄色いからカレー味っぽいですけれども、カレー味ではないです。少し舐めてみたらお塩のしょっぱさにコンソメのような味わいです。コンソメも入ってはいないんですけどね。ムニエルや唐揚げ、焼き鳥の下味、茹でた野菜にも使ってみましたが、クレイジーソルトよりも家族の受けが良かったです。シーズニングソルトにありがちなセロリなどの癖もなく万人受けする味だと思います。大きなボトルに大量に入ってますけど、使い切る自信はあります。唐揚げ、サラダチキンはお肉に日本酒を揉み込んでからジョニーズシーズニングソルトをかけてます。サラダチキンはフードセーバーで真空にしたらシャトルシェフで低温調理です。カルビーのグルメポテト 1.8kg 入り498円です。毎回バランスはバラバラです。右側の赤いのがノーザンルビー、真ん中のポロシリが少なくて、左の北紫が一番多かったです。皮ごと食べられる小さなサイズなのでこのまま茹でます。ノーザンルビーは綺麗な赤紫色ですけれども、北紫はグレーっぽくなります。3種類とも美味しいですし、食べ比べも楽しいのでおすすめです。3種類を別々で粗めに潰し、マヨネーズで和えたらアジサイ風の3色ポテサラになります。ロメインレタスを敷いてヘンプシードをまぶしてます。ずっと気になっていたかけるチーズソース、ボッカの観光ヨットが1158円が577円、末尾77円のお買い得となっていました。110g が3本入り、賞味期限は3月14日、短いですね。冷たいチーズフォンデュのようなものを想像してましたが、もっとシンプルな塩味のクリームチーズです。このままかけるだけの万能ソースなので、このプレートの上のものすべてにつけてみました。なんとも美しくないので、かけるより絞り出して添えるようにした方が良かったですね。サーモン、ゆで卵、ポテトなどどれとも相性が良く美味しかったです。特にパンにはよく合います。
ブロッコリーにもマヨネーズより合うかもと思うくらい美味しいです。ただバナナには合わなくはないですけれども、無理につけなくてもって感じです。賞味期限が短すぎたので、コンテナのとパウチのままの両方で冷凍してみました。3日後に冷蔵庫に移し解凍してみましたが、どちらも問題ないです。美味しくいただけました。コールスローとツナとカンコアヨットのマフィンです。ノーシュガーケトカップ2258円です。アメリカ製です。賞味期限は来年の3月です。キャラメル味とブラウニー味の2種類が15個ずつ入っています。1個あたりは 75.27 円。パッケージ写真から糖質オフのカップケーキだと思ってましたが違いました。何と表現したらいいのかな。クリーム入りハイカカオチョコみたいなので、焼き菓子ではないです。外側はケトにありがちなハイカカオでとてもビターですけど、フィリングは甘いです。お砂糖を使ってなくっても甘いです。ミロのチョコにもあった謎のシャリシャリ感があります。スイーツは別腹という系のスイーツとは違って美味しいというものではないんですけれども、今まで食べたケト系の中ではかなり美味しいです。大抵のケト系スイーツはキャラメル味の方が食べやすいんですけれども、これはキャラメル味よりブラウニー味の方が私の好みで、でも主人はねキャラメル味が美味しいそうです。こちらもケトジェニック用オーガニックダークチョコケト 500g 入り1398円です。カナダ製です。賞味期限は12月です。かぼちゃの種、ひまわりの種、キヌアをチョコで固めたもので、塊になってるからナゲットってことみたいですね。塊の大きさはバラバラです。ケトらしい味、ハイカカオでかなりのビターです。お口の中でココナッツの甘い香りが広がり、ビター感を和らげます。私は好きな味ですけど、娘は無理でした。ティム・ホートンズオリジナルブレンドコーヒー 1.36kg 2648円です。カナダのドーナツショップのコーヒーだそうです。粉です。豆はなかったです。賞味期限は7月です。缶なのに短いですね。開封の儀もパシュっていう音や香りもなく、ちょっと拍子抜けでした。真空ではなかったようです。ミディアムローストなのでサラサラしています。ライトなね味わいを想像していたんですけれども、不良品の可能性があるのでコストコに聞いてみます。強い酸味と雑味、賞味期限が近いせいかもしれないんですけれども、まずいです。香りも全くないです。これをカナダの方々が好んで飲んでいるとは思えないんですよね。返品したい。メディラーネオクッキー&ペイストリーアソート 907g 1678円です。缶につられました。地中海のメディラーネオの風景だそうです。イラストなのか写真をイラストっぽく加工したのかわからないんですけれども、とても美しい風景ですね。行ってみたいです。イタリア製です。賞味期限は11月です。8種類入りです。1パックにはトレイに2段に重ねて入っており、1種類につき12枚です。ショートブレッドやパイ、クリームやチョコ入りなどバラエティです。お花形のはスイーツの飾りにしても可愛いです。私のお気に入りはこちら、レモンクリーム味で美味しいです。今週の酒はサントリーのほろ酔いレモンみかんです。ファミマアプリでいただいたものでコストコとは関係ないです。アルコール 3% だからジュースみたいなものですけれども、唐揚げとの相性の良い柑橘で美味しかったです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。
今回も最後まで見てくださりありがとうございました。